うわ、テンション爆上がりだわ。これ爆上がりですよ。水パツパツだ。見えますか？いつもそうですね、この辺があれなんですけども、水位が1メートル以上高くなってます。1メートル言い過ぎかな。いやでもそんぐらい高い。やった釣りするぜ。よいしょ。雨なのでコンパクトタオルを先に給水。よし。ゴミは必ず持ち帰りましょう。今あの草でなんかぼっちょんぼっちょんやりました。いやこれ釣り座から見た景色です。皆さん見えてますか？最近いろんな方が最近いろんな方が祇園寺親水公園の動画を上げていますが、ここまで水がある動画は見たことがないことでしょう。なぜならば私も3年ぶりくらいに見るからです。ちょっと雨が強くなってきたのでパラソルの下に入ります。仕掛けは道と 1.5 号5尺の仕掛けでいきます。つまり今日竿は5尺。今日は5尺、映ってない、ピントが合ってない。今日は5尺なので5点なのでボディ 5.5 センチ PC トップのこの浮きで底釣りをしていきましょう。中にするかな、グル中にもしかしたらするかもしれません。針は切磋5個でいきましょう。ハリスの長さは上30センチ、下40センチじゃないや、39センチです。まだ他に人もいないので、グルテンメッシュと月光だけのブレンドでいきます。25、75、水100でいきます。祇園寺親水公園の美味しい水を確保。コンパクトタオルは給水済みです。水を100、ぐる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 てんぐるぐる。よし、給水。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。1投目、雪の入り具合はどうでしょうか。今付け根でじわーっと入っ、ちょっとでもやっぱ右流れてるな。これグルテンが持ってない。グルテンが持たなかったのでちょっと練りました。ほんのちょっとですよ。これで馴染んでくれると思うんですが、どうでしょうか。馴染んでいきましたね。入りました。今底釣り、底を取ってるんで、3面盛り出し、いい感じに馴染んでます。これで流れがついてちょうどいい2面盛り出しぐらいになるか。よし、じゃあこのバランスで淡々と最初のうちは餌を打っていきましょう。10分くらいやっていると、近所のおっちゃんが池の様子を見に来ました。やっぱりみんな気になるようです。でもなんかもっと何人か私来るかと思ってたんですけど、案外来ないですね。あれ私ヘラブラしか来ない想定で来たんですけど今日食ってますシッっていい当たりしましたよちっちゃいマブナさん、銀ブラさんあれでも
いや楽しい、ありがとう。なんだか今日は変な天気で雨が降ったり止んだり。いや、そうですね、ちょっと晴れて降らなそうな、もう大丈夫かなって思って、逃げ切ったかなって感じだったんですけど、また降ってきちゃいましたね。あっちちょっと暗いですもんね。利根川の右側は真っ暗です。ヤンコいますね。いますけど、今そんな食ってるあたりはなかったんですけど、もっとヘラブナリス高かったですよね。あ、綺麗ですね。うん。あ、片方は口にかかってなかったです。こっちのちょっと口汚い子は口の上にかかってて、こっちはがっちり食ってましたので、こっちのあたりが出て、こっちはちょっと擦れちゃった感じですね。はい、ありがとうとごめんねで27センチのマブラさん。もう昔からこの辺りは水に弱くて、道路にまで水路の水が溢れてます。水路の流れ着く先、川の水位が上昇してしまうと水の行き場がなくなって、雨がどんどん溜まってこんな状態になります。もうこの時点で水深15センチ20センチは確定です。まあここで20センチぐらいか。あの車かわいそうに突っ込んだんでしょうね。ナンバープレートまで来ているので、水深的には何センチだろう、40センチくらいか。そう、この辺であれがおそらく50センチぐらいなので、40センチくらいはあるでしょうね。よいしょ。全部池になってます。魚が泳いでてもおかしくない。歩道が今見えてるので、道路のところは4、50センチあるでしょうね。おそらくインテグダクトから水を吸ってウォーターハンマーでドンでしょうね。恐ろしいです。2019年にはこれよりひどい状況になっていたものの、この状態を見たのは5年ぶり。もちろん通行止めでした。利根川も見知らぬ土地を走ることが多いので、雨が降った時は用心して走ります。ちょっと口が汚い間村さんでしたが食ってました。よーし、ありがとう。これありがとう。水が今あの辺なのでちょっと引いたような気がします。さっきはあそこのこの辺まで水が来てた気がするので、 1,2 センチ水が低くなったかもしれません。今のところまだ誤差ですが、これからどうなるのか。そういうことで、増水時の誤釈なんていつもみんなが釣りしていないところに餌が入っているはずなので、なんだか変なことが起こります。浮きがポクッと上がって合わせたら、あれ？根がかりした。簡単には外れなかったので、竿を直接引っ張ります。抵抗なく取れました。今根がかりしました。一見針は何もダメージを受けてないように見えますが、針先が外側を向いてます。懐側ではなく針先が外側を向いているので、今爪に刺してみたら全く刺さりませんでした。滑ります。こういう状態だと魚にも刺さりませんから、針の交換が必要です。竿は5尺をパラソルの上に置いといて、月光やわらの10尺を使っていきます。仕掛けをつけて試しに振ってみたら、水草が手前に来ていて無理そうだったので竿を変更。8尺の風切りです。10尺で届くあたりにちょうど段差があって、そこからもう一段深くなっているので、どちらにせよ底釣りは難しかったです。8尺風切りできました。8尺風切り初ヒット。マブナさん、これ食ってたか分かんないんだ。針が外れちゃったんだ。ともかくありがとう。
また雨が降ってるよ。釣り竿の右側から激しい吸い込み音が聞こえてきました。まあ濃いだろうなと思いつつも見てみると、ちょっとサイズがでかすぎたのでカメラに収めます。あいつでけえや。80センチオーバーだと思います。水でボチュンボチュン吸ってる。その撮影の裏で浮きがこんなにも踊ってます。全く撮影に集中していて利根川は気づいておりません。なぜならば鯉を見ているから。水でボチュンボチュン吸ってる。これ絡んでる？いや、これマブ絡んでます。アッパーっすね。でも動き出したもん。アッパー。そこでも。上顎に食ってました。今の食ってました。よいしょ、マブナさん食ってました。ありがとう。今回はあまりにも釣れているので変な編集をしてみましょう。自分でも気づいています。正直浮きが見にくい。テレビでご覧いただいていればまだマシかもしれませんが、スマホだともう見えないですね。なかったんですよね。餌作り直したんで、やっぱ来た。さあどっちですか？マブですね。チビマブが。でも釣れれば楽しいですね。チビマブさん。マブナさんがいい感じで釣れるようになってましたね。そこはマブナか。ゲンちゃんですよ。ただヘラブナ釣るならやっぱ中なのかなって気はしてるんで。マブナさんが釣れました。ありがとう。昔は雨の時だけ上でも底でももっとヘラブナが混じったんですよね。これもいい当たりです。小さい。いや、小ささの極みきたな。しっかりマブナさんが食ってましたけども、小ささの極みですよ。10センチちょいですね。15センチまではないと思います。でも食ってた。ありがとう。ちなみにさっき見たあそこ水が引いてるので、おそらくですけどこっから見る限り水が5センチ近く引いちゃってるような気がします。雨足が弱まりましたからね。その先の川も流れたと思います。ここから吐き出していて、そこに水路が流れてるんですけど、その水路が川に落ちてるんですけど、その先の川がパツパツだと、水位が高いと水路と同じ高さになるんですよね。水位が今こっちと向こう同じ水位です。こっそり竿を5尺に戻してみました。最初に作った餌はもともとかなり柔らかく、パラソルを刺してるとはいえ水が入ってさらにばらけるようになってた。今回はグルテンメッシュ50、シンベラ底25、進化25に水が70から80くらいなんですが、今度はまとまりすぎるというか持ちすぎる感じがしたので、手水で結構柔らかくしました。おお、いい当たりだった。これはちょっと強いんじゃない？引き。お、ああ、マブだった。でも楽しいじゃん。めちゃくちゃいい当たりで、この竿バーギュンギュン曲がって、20センチちょい、23、4センチかな。マブさんありがとう。底釣りで釣れなければかっつけの両団子をやるしかないのかなと思いつつも5尺に戻してみましたが、やっぱりダメそうです。もしこの一頭もマブナだったら車から革新光点を持ってきてかっつけ両団子でもやりましょう。というか今の水深が1メートルくらいなのでかっつけしかできないとも言います。浮きが上下に踊ってます。踊り狂ってます。
よし来た、ほい来た。小さいながらもいい当たりでした。さあどっちだ、選ぶなかマブなか、そもそも食ってるのか食ってないのか。よしよし、5尺底釣りマブラさん、最後はマブラさん、最後はマブラさんで団子のかっつけやりますか。ここの自販機ずいぶんめんどくさいお釣りの出方しました。釣り座に戻ったら底釣り用の餌がなくなっていて、全部使い切ってなかったよな、おかしいよなとは思ったんですが、犯人が映っていました。ここからのシーンで今回の餌がいかに持つ餌だったかなんとなく伝わるでしょう。次はグルテンメッシュをもう少し減らして作ります。これは管理用の浮きです。管理用の浮きなんですが、ノズル用のこのチューブのこの浮きゴムが緩くてスポッと抜けてしまうときどうしたらいいか。浮きの足にウレタンチューブをかまします。見えますかね。ちょっとこれで太くなってます。ウレタンチューブのおかげでこれで浮きがすっぽ抜けしなくなりました。しなくなったっていうのは語弊がありますね。しにくくなりました。片手で開けても滑りはしませんって。そんな落とす心配はしなくて大丈夫ですよ。でも開かないので反対側折り返すしかないですね、多分どうももう何年ぶりになるのか久しぶりのかっつけ。角芯200後点200のブレンドですが、作った状態だと全然餌をなじませられません。つまり餌が持ってない。最初の数頭はおしねりの回数を増やしていって、やっと浮きをなじませられた頃、ようやくヒット。あ、上食ってるよね。いやー、かっつけでもマブちゃん。かっつけで釣れたマブラさん、よいしょ、ありがとう。さすがにかっつけといえども5尺というのは短すぎるのかもしれません。水がない時の5尺ならともかく、今は増水状態なので魚がどこを泳いでいるのか。私の気力が溢れていたら釣り台の場所を移動して右側の草むらを狙っていたかもしれませんが、服は上下ともに汗と雨でびっしょりですから、地味に体力を奪われていました。選ぶなはいないんだなマブラさん、これは25、6あります。いや、このぐらいやると、うわ、水ぶっかけてきやがった。顔に水がかかった。向こうの方水が浸水しているので、ちょっと後で見に行ってみましょうか。後でと言いましたが、気づけば真っ暗になるまで釣りをしてしまうので、賢い利根川は今のうちに行きます。こっちも水がパツパツですね。おお、オタマジャクシかな。捕まえた。あの波紋出てるのあれ魚です。ああ、こっち水深が20センチぐらいあるんですけど、繋がっちゃうんですよね。水没林です。友達がいる。あそこからちょこんと顔を出していたのはカメですね。カメもいた。釣り座に戻ると5尺で2回ヒットしましたが、どちらもマブナだったので映像的にはカット。8尺の風切りで同じ浮きを付け替えてかっつけ。飽きられないようにいろいろ風景の映像を差し込みましたが、ここまで見てくれてる方は物好きですね。ありがとうございます。これは8尺に変えて3、4頭目くらいの一頭です。
お、来たかも。あれ、アッパーか？口閉じてんな。口閉じてるから、これアッパーか？アッパーじゃん。まだ発射数頭しかしていませんが、アッパーでしたが、ヘラブナじゃないですか。これいるんだ。早くやればよかった。ごめん。朝棚をやっていたら底釣りとは比べ物にならないくらいの魚影です。これをご覧ください。見ていただければこの浮きが煽られてどうしようもない感じお分かりいただけると思います。もうずーっともてあそばれてますよねこれちょっと頭でっかちか。久しぶりのヘラブナは38。ちょっと対抗がない。頭でっかちですが、ヘラブナじゃないですか。いたんだここ。いやいたんですけど、いるんですけどね。こういう時だけ顔を出すんですよ。雨の時だけ。よいしょ。ありがとう。食ってた。センキュー。こんな状態になったらもう餌は丁寧につけていきますけど、それでもこれです。こんな状態になってしまいます。恐ろしい。おお、出したんだ。んだ。見てなかった。穂先がもうブルブルっと魚が持ってっていました。おお、口に加えてらマブラさんが。マブラさんいいですね。口がちょっと汚いのが残念ですが、元気にやってるようです。風切りのちょうどいい柔らかさと魚が相まっていい引きです。いや、気持ちいい。ヘラブナですね。お、猛ダッシュするな。ヘラブナさんいるじゃないですか。よいしょ。ありがとう。ここで宣伝というか告知になるんですけども、 YouTube のメンバーシップを始めました。利根川は基本的にどこに行っているかという情報は出していませんが、リアルタイムに釣りをしている状況、そして不定期のライブ、これは月1以上を考えています。あとは何か突発的に思いついたこと、今思いついたのは歴代ステッカーをまとめて3名の方にプレゼントとか、そういうことができたらいいなと思ってます。今のところ月額で490円、活動資金の援助ということで利根川を助けてください。よろしくお願いします。水かけられまくってますが、またヘラブナが来ました。今日3枚目。いや、今日はいい日だ。めでたい。餌は最初核心200、光点200、水100で始めましたが、
もうちょっと持たせたかったので角芯を300、後点100にしちゃいました。気づけば辺りは若干暗くなり始めていました。これまたまたマブナになってしまいましたが、楽しいじゃないですか。いいじゃないですか。魚が釣れるっていいことですよ。そういえば今回大昔に言われた餌の重さを感じながら投げるというのが初めて脳みそと体の動きがマッチして体感できたような気がします。もしかしたら久しぶりすぎて忘れてただけかも。ただなんかこうしっくりきたんですよ。うわ、ハリスぶっちぎられたのでいいタイミングですかね。終わりとしましょう。せっかくの機会なので、雨でずーっとこの辺が濡れてたので、ふやけた汚れをきれいにしておきました。かなりきれいになりましたね。釣り台の方も汚い、食い散らかしたように汚いですけど、団子やってカツケやってるとこうなっちゃうんです。すいません。下手くそですいません。今から帰りますが、帰りの段階でもだいぶ水は引いたものの、まだまだありますね。水深30センチぐらいはありそうです。私はこのリスクは取りません。ジムニーだったら、でもジムニーもデフの上に空気を抜く穴があるんですよ。一応蓋がしてあるんですけど、水に浸ったらそこを入るんですよね。そしたらどうなるか、デフオイルが入荷するんです。デフオイルが入荷したら交換でしょう。めんどくさい。じゃあ帰ります。迂回して帰ります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。久しぶりのヘラブナじゃんと思ってくれた方は評価ボタンを、そしてメンバーシップよろしくお願いします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。